皆さんこんにちは。スポテッドホースクラフトの大園秀樹です。今日は知っておきたいジーンズの保管方法ということでお送りしたいと思います。皆さんジーンズの保管ってどういうふうにされてます？例えばよくあるのが畳んでタンスとかそういうところにしまっておくっていうような方法が、一番一般的かなというふうに思うんですけども、そういうふうな保管方法にした場合、履くときにこの脇の部分ですね、ここにシワがこの折りじわが入っていて、なんか履いてもちょっとここにこういう線が入ってなんかすごく気になったりとか、それとか出してきた時になんとなくベタベタしてるなっていうような経験っていうのはないですかね。解決方法として、僕がおすすめしている保管方法はこういうふうに、何でもいいんですけども、こういう S 缶ですね。何でもいいです。本当に何製でもプラスチックでも金属製でも何でもいいんですけど、これを吊っておくっていう方法が一番僕の中では経験上おすすめなんですね。こういうふうに畳んでしまうと、今まで履いてた熱気というか、例えばそういう湿気が全部ここで蓋してしまうというか、ここで閉じ込めてしまう形になってしまいますよね。でそれが例えば匂いもそうですけども、湿気がこもってちょっと履く時になんとなくベタベタしてるような感じになったり、あとここの折れ線になったりすることがやっぱり多いです。ですので脱いだ後はちょっと湿気というか自分の熱気を取るためにこういうふうに少しバタバタして中のたゆんだというかこもった空気を全部どけてやるという風にしてます。でその後にこういう S 缶でセンターループでできるだけここの中ですね、中を空洞になるような感じにして吊っておく。もちろん場所の問題とかいろいろあるでしょうけども、こういう風にしておくと結構中の湿気も逃げてくれますし、ここの横のこのシワはもちろん入りにくくなります。その代わり逆にこういう風にしてしまうと今度縦にシワが入ったりもするんで、もしそういうのが入ってしまった時は履く前にもし可能であれば軽くアイロンを当てて履くことをお勧めします。そうしないとこの折ったこの折れ目の部分もこれも当たりになってやっぱり出てきてしまうんですね。ずっと履いて、畳んで保管してっていうふうなことを繰り返すと、やっぱそこが当たりとして線になってヒゲのように出てきてしまうんで、そういう場合はアイロンを当てるっていうことは、軽くで全然大丈夫だと思いますので、そういうふうな保管方法と、履き始めるっていうことがすごく大事かなというふうに思います。ちなみになんですけど、うちの場合使っている素材、ジンバブエコットンを使っているものと、スーピマコットンを使っているもの、2種類がメインでやってるんですけども、スーピマコットンの場合はすごくドライタッチなんで、結構ベタベタしにくいかなというイメージですね。イメージですけども、すごくサラサラな感じで湿気がこもりにくい。で逆にそのジンバブエコットンの方はすごく柔らかくてしっとりした感じなんで、ちょっとベタベタした感じはするかもわからないですけども、柔らかくなって体に馴染むっていう意味合いではジンバブエコットンの方が結構馴染むかなっていう感じで、その2タイプがメインでやってるんですけども、特にジンバブエコットンの場合、今言いましたようにすごくちょっとしっとりする感じの素材なんで、そちらなんかはS 缶で吊って保管するっていうのが合ってるかなっていうふうに思います。もちろんスーピマの方もやっぱこういうふうに吊った方がより清潔感もありますし、そういう清潔感があったりすることによってジーパンを履ける寿命がやっぱり長くなると思うんですね。ですんで、そういう意味合いでもメリットの方が多いと思いますから、もしご興味持っていただけたら一度やってみてください。今日の動画は、ここまでとなります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして、コメントとか、もしご質問とかがあれば書き込んでいただけると嬉しく思いますのでよろしくお願いします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。で、これもまた騙されへんぞっていう話なんやねん。パート4になるかな。やねんけど、それも何気ない、嫁さんとの、会話というかなんかの時にちょっと口ずさみ始めたわけよな、うちの嫁さんが。
で井上陽水のホテルはリバーサイドって言って歌い出したんやけど、でその次に山沿いリバーサイドって歌ったんですね。山沿いは違うやろと、川沿いやからリバーサイドなんちゃうかっていうことで騙されかけたけど、まあそれはシチュエーションによってはさ、山沿いのもうあるかも分からへんけど、もうあるかも分からへんけど、ちょっとふーってこう騙されへんぞってなったっていう。騙されへんぞシリーズ薄いな。薄いよ。もうかなり薄いよ。何でもこうぶっ込んでいかんとネタがもうだんだん尽きてきてるからっていうことで、はい、仕事します。